大豆は畑の肉と呼ばれるほどタンパク質が豊富であるため、動物性タンパク質の代替食材として注目されています。赤身肉の弊害が指摘される中、大豆食品が健康食品として選ばれるようになっていますが、本当に大豆食品全般が健康に良いと言えるのでしょうか。このビデオでは、様々な大豆食品の健康に与える影響を調べた上で、どの大豆食品が最も健康に良いのか、そしてそれをどう食べるべきかを考えます。第1章、今なぜ大豆が注目されるのか。大豆はアジア原産のマメ科植物です。今でも食べているのは主としてアジアの人々ですが、大豆食品は環境と健康という2つの観点から注目されています。まず、環境に与える影響を見ましょう。タンパク質生産の環境負荷を二酸化炭素排出量に換算すると、牛肉が極めて多く、ラム肉、豚肉、鶏肉と続きます。これに対して大豆は環境負荷が非常に小さいことがわかります。つまり大豆は環境に優しいタンパク質源なのです。牛肉、ラム肉、豚肉といった環境に優しくないタンパク質源は健康にも優しくないことが知られています。米国での6つの前向きコホート研究をまとめた2020年発表のメタアナリシスによると、週2品追加による全原因死亡率の調整後ハザード比は、加工肉摂取で 1.03、未加工赤身肉摂取でも 1.03 といずれも優位に1を超えました。牛肉や豚肉などの赤身肉はそのまま焼いて食べても、ハムやソーセージなどの加工食品として摂取しても死亡率を高めるということです。それなら赤身肉を大豆製品で置き換えることは有意義であるように思えますが、そうする前に大豆が死亡率を低下させるのかどうかを確認しなければなりません。第2章、非発酵大豆食品の健康リスク。大豆を原料とする食品には、納豆、味噌、醤油といった大豆を発酵させて作った食品と、そうではない豆腐、豆乳、油揚げ、おから、湯葉、枝豆、きな粉などがあります。同じ大豆食品でも、発酵大豆食品と非発酵大豆食品とでは、健康に与える影響が異なることが知られています。国立がん研究センターと全国11保健所などが日本人を対象に実施している多目的コホート研究 JPHC 研究の2020年での報告によると、発酵大豆食品の摂取量が最も少ない5分の1と比べた最も多い5分の1が死亡する調整後ハザード比は、男性で 0.90、女性で 0.89 というように、どちらも1を優位に下回りました。容量依存的なハザード比の低下も優位でした。これに対して、非発酵大豆食品の摂取量が最も少ない5分の1と比べた最も多い5分の1が死亡する調整後ハザード比は、男性で 1.01、女性で 1.00 というように、どちらも1を優位に下回りませんでした。大豆はカロリー制限模倣物質として機能するポリフェノールの一種、イソフラボンを豊富に含むにもかかわらず、なぜ非発酵大豆食品は死亡率を低下させないのでしょうか。JPHC 研究は同じ年に答えの手がかりとなる調査結果を発表しています。
それによると、非発酵大豆食品は発酵大豆食品と異なり、膵臓がんのリスクを高める可能性があるとのことです。すなわち、最も消費量が少ない4分の1と比べた最も消費が多い4分の1が膵臓がんになるハザード比は、非発酵大豆食品では優位に1を超え、発酵大豆食品では優位に1を超えませんでした。ここから非発酵大豆食品が膵臓がん罹患リスクを優位に高めるのに対して、発酵大豆食品は優位な関連性を持たないことが示されました。前回のビデオ、健康に良い飲み物は何かで、非発酵大豆食品である豆乳を推奨の飲み物にしなかったのは、これが理由です。JPHC の研究者たちは、大豆に含まれるトリプシン阻害剤が影響を与えている可能性を指摘しています。トリプシン阻害剤は、その名の通り、膵液の消化酵素、トリプシンの働きを阻害すると同時に、コレシストキニンというホルモンを放出させ、それがインスリンや IGF-1 シグナルを介した細胞増殖と慢性炎症をもたらし、膵臓がんの原因の一つになっていると考えられます。膵臓がんは難治がんで、主要ながんの中で生存率が最も低くなっています。それゆえ、膵臓がんのリスクは軽視すべきではありません。トリプシン阻害剤は熱に弱いので、大豆を加熱することである程度不活性化させられますが、通常の料理の加熱では不活性化が十分ではありません。しかし、大豆を発酵させると、微生物がトリプシン阻害剤を分解してくれるので、発酵大豆食品は膵臓がんリスクを上昇させないのだろうと JPHC の研究者たちは推測しています。日本人の死亡率を低下させているのが発酵大豆食品だとするなら、発酵大豆食品を非発酵大豆食品より優先的に摂取することが賢明であるように思われます。しかし、実は発酵大豆食品の摂取にも健康リスクがあります。次の章でそれを説明しましょう。第3章、発酵大豆食品の健康リスク。2021年発表のメタアナリシスによると、大豆食品低摂取群に対する高摂取群の胃がんの相対リスクは、発酵大豆食品で優位に1を超え、非発酵大豆食品で優位に1を下回りました。発酵大豆食品が胃がんリスクを上昇させるのに対して、非発酵大豆食品は低下させるという結果になったということです。このメタアナリシスは、個別の大豆食品のリスクも算出していて、特に味噌汁では 1.20、豆腐では 0.72 となったことは注目に値します。1981年に国立がん研究センターの平山武史が、味噌汁を全く飲まない人が胃がんで死亡する割合は、毎日飲む人に比べて 1.5 倍高くなるという調査結果を発表して以来、日本では味噌汁には胃がんを減らす効果があるという説が定説化しました。しかし、最近実施された調査では逆の結果が出ています。なぜ全く逆の結果になるのか、理由は定かではありませんが、ひょっとすると味噌汁の具に原因があるのかもしれません。平山が調査したのは、1966年から1978年にかけての40歳以上の日本人です。
この時代の年配の日本人は、味噌汁を飲んでいるのか、豆腐を食べているのかわからないぐらいに、大量の豆腐を味噌汁に入れていました。それなら、味噌汁そのものではなくて、中に入っている豆腐が胃がんリスクを低下させたのかもしれません。平山は、豆腐の消費量を調節すべき行楽要因としていなかったので、そうした可能性が考えられます。現代では味噌汁は塩分と硝酸塩という2つの成分により胃がんリスクを高めると考えられています。高濃度の塩分は胃粘膜の上皮細胞に急性障害を与え、萎縮性胃炎をもたらします。さらに塩分は胃内の細菌環境を変化させ、硝酸塩を亜硝酸塩やニトロ素化合物といった発がん物質に変換します。塩分亜硝酸化合物ピロリ菌の間には相互作用があり、胃がんの発生を悪化させることが知られています。ピロリ菌に感染していない人はあまり心配する必要はないかもしれませんが、感染している人は味噌汁摂取による胃がんリスクを軽視すべきではありません。ここまでで分かった大豆食品の健康リスクをまとめましょう。非発酵大豆食品はトリプシン阻害剤を含むがゆえに膵臓がんリスクを高め、発酵大豆食品は塩分を含むがゆえに胃がんリスクを高めます。そこで2つの発がんリスクを免れるには、大豆を発酵させてトリプシン阻害剤を分解し、それでいて塩分を含まない大豆食品を食べればよいということになります。この2つの条件を満たす大豆食品は身近なところにあります。それは納豆です。第4章、納豆の健康効果。納豆とは大豆を納豆菌で発酵させた日本の伝統食です。納豆は大豆を発酵させて作るので、膵臓がんリスクを高めません。また、納豆菌は亜硝酸をアミノ酸に還元し、納豆自体は塩分を含まないので、胃がんリスクを高めません。納豆には、がんのリスクを低下させる働きまではありませんが、心血管疾患死亡率を低下させる働きはあります。すでに紹介した JPHC 研究は、納豆が死亡率に与える影響をも調査しています。それによると、納豆の摂取量が最も少ない5分の1と比べた最も多い5分の1が心血管疾患で死亡する調整後ハザード比は男性で 0.76、女性で 0.79 というように優位に1を下回っています。容量依存的なリスク低下も優位です。では、なぜ納豆は心血管疾患リスクを低下させるのでしょうか。納豆は他の大豆食品と同様にイソフラボンを豊富に含みますが、納豆に多い成分として特に注目したいのは、納豆キナーゼとスペルミジンです。この2つの成分が心血管疾患リスクを低下させる理由を次に説明しましょう。第5章、納豆キナーゼの健康効果。納豆キナーゼとは、納豆菌が納豆の発酵過程で産出するタンパク質分解酵素で、血栓を溶解する作用があります。そのメカニズムを図で説明しましょう。血栓はフィブリンというタンパク質の糸のようなものがトロンビンという酵素の作用を受けて形成されます。
血栓を溶解するタンパク質下水分解酵素はプラスミンです。プラスミンは組織プラスミノーゲンアクチベーターによって活性化されますが、プラスミノーゲンアクチベーター阻害因子1によって阻害されます。納豆キナーゼはプラスミノーゲンアクチベータ阻害因子1を抑制することで、あるいは血管内皮細胞を増やすことによってプラスミンを活性化します。納豆キナーゼによる直接溶解もあります。また、血栓溶解酵素であるウロキナーゼの前駆体であるプロウロキナーゼを活性化することでもフィブリンを溶解させ、血栓を減少させます。納豆キナーゼの血栓溶解効果を2017年発表のランダム化比較試験の結果で確認しましょう。中国の病院で76名の患者が納豆キナーゼ投与群とスタチン投与群に無作為に分けられ、26週間治療を受けました。患者の頸動脈プラークの大きさを計測したところ、納豆キナーゼを服用した患者で36.6% 減少したのに対して、代表的な脂質異常症の治療薬であるスタチンを服用した患者では 11.5% しか減少しませんでした。プラークの大きさは納豆キナーゼ投与群の方がスタチン投与群よりも優位に減少したということです。プラークが減るなら血圧も下がるはずです。2008年に発表された二重盲検無作為化臨床試験によると、高血圧患者73名に納豆キナーゼまたはプラセボカプセルを8週間投与したところ、納豆キナーゼ投与群ではプラセボ対象群と比較して収縮血圧でも拡張器血圧でも優位な血圧低下が観察されました。以上から納豆が含む納豆キナーゼは心血管疾患リスクの低下に寄与していると言えそうです。ただし納豆キナーゼは熱に弱く、70度を超えると失活するので、熱いご飯や味噌汁と一緒に食べることは望ましくありません。納豆キナーゼの効果を期待するのであれば、料理の温度を65度以下にしましょう。これは食道がんを防ぐ温度でもあります。第6章、スペルミジンの健康効果。スペルミジンはイソフラボンと同様にカロリー制限模倣物質ですが、直接摂取しなくても私たちの体がタンパク質から合成してくれます。すなわちアミノ酸からプトレシンを、プトレシンからスペルミジンを、そしてスペルミジンからスペルミンを合成できます。プトレシンとスペルミジンとスペルミンはポリアミンと呼ばれますが、ポリアミンは加齢に伴って減少します。そこで抗老化のためには体外から摂取する必要があります。ポリアミンの経口摂取が死亡率に与える影響を見ましょう。45歳から84歳の829人を20年間追跡調査した前向きコホート研究によると、ポリアミン摂取量の下位3分の1と比べた上位3分の1が死亡する調整済みハザード比は、プトレシンで 1.01、スペルミジンで 0.61、スペルミンで 0.83 となりました。スペルミジンの経口摂取のみが全原因死亡率を優位に低下させたということです。この20年間の追跡調査によると、
146種類の栄養素の中で全原因死亡率と最も強い逆相関を示したのはスペルミジンとのことです。スペルミジンのカロリー制限模倣効果がいかに強力であるかがわかります。スペルミジンはさまざまな食材に含まれていますが、最も多く含んでいるのは小麦胚芽で、含有量は 1g あたり2437ナノモルです。大豆の含有量は 1g あたり1340ナノモルですから、それよりも少ないのですが、納豆では発酵により増えて 1g あたり1759ナノモルです。東京都健康安全研究センターの報告によると、ひき割り納豆のスペルミジン含有量は通常の納豆の 1.34 倍とのことなので、ひき割り納豆なら小麦胚芽並みにスペルミジンを含む計算になります。小麦胚芽とは、小麦粉から外皮と胚乳を取り除いた部分で、見た目と食感はきな粉のようですが、味はきな粉よりもコクがあります。ただし、普通の小売店では売っていません。これに対して、ひき割り納豆はほとんどの小売店で販売されています。納豆と小麦胚芽の両方を食べられるなら、それに越したことはありませんが、ここでは納豆からスペルミジンを摂取する方法を考えることにします。第7章、納豆はどう食べるべきか。納豆は味噌や醤油といった他の発酵大豆食品とは異なり、塩分をほとんど含んでいません。市販の納豆に付属するタレとからしにはかなりの塩分が含まれますが、塩分なしの味付けは可能です。例えば、食酢で味付けした酢納豆がそうです。刻みネギや塩抜きしたもずくなどを薬味として入れても塩分はごくわずかです。さらに酢納豆には減塩以上の健康効果があります。食酢は納豆と同様に心血管疾患リスクを低減するのです。11のランダム化比較試験をまとめた2022年発表のメタアナリシスによると、食酢の摂取は空腹時血糖値、糖化ヘモグロビン、LDL コレステロール、BMI を優に減らしたとのことです。それゆえ、酢納豆には心血管疾患リスクの低減という点で、より大きな効果が期待できます。もしも胃がピロリ菌に感染していないなら、塩分摂取にそれほど神経質になる必要はありません。その場合、納豆にキムチを混ぜ合わせるキムチ納豆も選択肢となります。キムチの辛さは主として唐辛子によるもので、塩分はそれほど多くありません。商品にもよりますが、減塩キムチの場合、塩分は 100g につき 2.31g です。納豆に付属するタレとからしは 6g あるいは 7g につき 0.7g から 0.8g の塩分、つまり 100g につき 10g 以上の塩分を含んでいるので、キムチはそれより塩分濃度が低いと言えます。キムチの健康効果を2013年発表のランダム化クロスオーバー比較試験で確認しましょう。この試験は糖尿病予備軍21名をランダムに発酵キムチ摂取群と白菜摂取群に交互に分け、キムチを8週間食べる効果を測定しました。その結果、発酵キムチの摂取は材料である白菜の摂取と比べ、
インスリン抵抗性、収縮期血圧、拡張期血圧を優位に低下させることが判明しました。キムチは塩分を含むので血圧を上昇させそうに思えますが、実際は逆という結果になりました。キムチがもたらすこうした好影響は腸内環境の改善によると考えられています。最後に今回のプレゼンテーションをまとめましょう。数ある大豆食品の中でも膵臓がんや胃がんのリスクが低いという点で最もおすすめなのが納豆というのがこのビデオの結論です。もとよりだからといって納豆以外の大豆食品を摂取してはいけないということでもなければ、納豆だけを大量に食べればよいということでもありません。納豆も食べ過ぎは良くないので、1日1パックに制限し、多様な大豆食品を少しずつ摂取して、リスク分散を図ってください。このコンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。一般に健康に良いとされる方法が個別にも最適とは限らないので、個別での実践に際しては、個別事情に詳しいかかりつけ医等に相談してください。このチャンネルでは、私のコンテンツに興味を持ってくださる方に、更新情報をお知らせする、長井俊也ニュースレターというメールマガジンを配信しています。登録するには、japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料で、いつでも登録を解除できるので、お気軽に試してください。